真剣スタイル。どっちからおいしいね。担当するお客様よりご縁をいただき出会った土地は面積48坪の土地。その半分は高低差3メートルほどの急傾斜で平地として使えるのはわずか24坪。さらに崖対策も必須というなかなか難条件の土地でした。同時に個性ある土地の佇まいに可能性も感じ、この地に自邸を設計することを決めました。この土地は平地が少ないため、車の居場所を確保することが課題でした。そこで建物の一部をガレージにして、安心して車を収められる場所を作りました。車を降りるとそのまま通り土間へ。玄関から見るとガレージの天窓から注ぐ光が空間に奥行きを生んでくれています。1階はパブリックゾーンとプライベートゾーンを分けて計画しました。玄関から2階リビングへ上がるまでの動線はプライベートな空間が見えないように配慮しています。お風呂、脱衣、物干し、クローゼットをまとめることで家事が楽になるように、そして家事のふとした瞬間にも自然を感じられるように、限られた面積でも空間に奥行きが生まれ、日常の中にほっとできる居場所を作ってくれます。階段を降りると地下の寝室へとつながります。まるで木の下に潜り込んだように、静けさと木漏れ日を感じられる特別な空間です。2階は家族が集まるリビングとダイニング。この家の中心となる居場所です。近隣を気にせず窓を開けて遠くの山並みを感じながら過ごせるように、2階にリビングとダイニングを配置しました。キッチンは部屋全体を見渡しながらいつでも家族の気配を感じられるように
アイランドキッチンを採用しました。キッチンの奥には奥さんのワークスペースがあります。窓の向こうには借景のもみじ。リモートワークにも使える空間で、冷蔵庫も近く、飲み物をすぐに取れるように設計しています。家事との連携もしやすく、疲れた時には後ろのデイベッドでゆっくりくつろげます。リビングは天井を高く取り、空間に広がりを持たせました。L 型の窓を大きく設けることで街を一望でき、刻々と移り変わる景色を楽しめます。リビングからロフトへつながるステップは夕焼けを望む特等席。子どもたちが特等席を取り合う姿が自然と目に浮かびます。この場所に思い描いたのは、土地の個性を生かす空間と穏やかな日常の一コマ。心地よい景色が映る窓から光と風がすっと抜けていく。声をかければ娘たちが笑顔で駆け寄ってくる。そんな何気ないけれど普段の幸せを形にした我が家です。